金家と道長、光る君へに学ぶ日本史。父から引き継いだもの。藤原金家は三男で、藤原道長は五男だが、共に藤原氏九条流と言われる家系を引き継いで栄えさせた。それは金家が道長たち子息に一家が支えるための秘策を伝授したためだと言われている。金家が道長たちに一体何を引き継いだのかを詳しく見ていこう。藤原の金家は990年永祖2年62歳で逝去した。藤原の金家は藤原の諸助の三男として生まれたが、長男の惟忠が若くして病死すると、次系の兼道と関白の地位をめぐって争った。そのため結果的には兄弟で争うことが九条流を栄えさせることになった。金家は自らの経験から、兄弟が争うことは一家にとっては悪いことではなく、むしろそれを煽っていた節がある。三男であった金家は兄弟であろうと年齢に関係なく、実力ある者が後を引き継ぐべきだと考えていた。金家は兄の兼道が関白であった6年間は全く官位が昇進していない。昇進しないどころか、ややもすれば兼道は帝に讒言して都から金家を追放しようとしている。映画物語には、兼道は金家を遠い九州にでも移したいと思っておられるのだが、財貨がないのでそれができないのであると記している。兄弟同士が敬遠の中で宿敵同士であったのが藤原九条流の伝統でもあった。そのため金家は道高、道兼、道長の3人がわざと揉めるような画策を実行している。3人の中で誰が一番後継者にふさわしいかを金家は見定めていた。金家は崋山天皇を騙して出家させ退位させるときは道兼と共謀している。そして金家は道兼に関白の地位をちらつかせて共謀させたと言われている。そのため金家が臨終前に道高を後継者に指名すると、道兼は金家の葬儀にも出席しなかった。金家は自分の子供であっても全くお構いなしに騙して平気で悪事に協力させている。政権を維持していくためには親子であろうと非常に徹するべきだということを金家は熟知していた。金家は藤原九条流を永遠に栄えさせる政権維持マニュアルのようなものをすでに編み出していた。そして道高や道長たちは金家の行動を間近で見ながら一家を繁栄させるその方法を学んだのである。金家が逝去すると、道長たちは父親から学んだ方法で政治の実権を握っていく。そして道高、道兼、道長と続いた藤原九条流は道長の時にピークを迎える。道長の死後、後を継いだ頼道と則道はうまく後継者に引き継ぐことができなかった。そして
藤原九条流の摂関政治は間もなく院政にとって変わられるのである。ではなぜ兼家の時にはうまく作用した手法が機能しなくなったのだろうか。最近の研究ではその一番大きな原因が糖尿病だということが分かってきている。平安時代は藤原氏に限らず貴族たちは近親婚を繰り返した。そのため藤原九条流と言われる兼家の一家には糖尿病が多かった。糖尿病には1型と2型がある。1型は症状が急激に現れ、インスリンの投与が必要となる。2型は糖尿病になりやすい遺伝的な素因を持った人が成人になって発病するケースが多い。道長の場合、2型糖尿病で分かっているだけでも、彼の叔父のコレッタだ、長兄の道隆、そして道隆の嫡男コレッチカも糖尿病であった。つまり兼家から後を引き継いだ男たちが次々と糖尿病によって倒れていったのである。藤原実資は晩年に道長と道ですれ違ったのに気づかなかった道長がよく目が見えていないのではと日記に記している。藤原氏九条流には他にも糖尿病で苦しんでいた者が多くいたと思われる。藤原兼家は自分が悪役となって藤原氏九条流を栄えさせた。そして道隆や道長たち子息には完璧とも思われる政権維持マニュアルを伝授した。しかし藤原氏の摂関政治を終焉させたのも兼家も持ち伝えたであろう2型糖尿病の遺伝子だったというのは何とも皮肉である。権力者も病には勝てないという一番の例なのかもしれない。